ンストリートリーガルのマスコット的存在、ヘタッピ風間のお店風間オート。灼熱の太陽の下、今日も元気にこの男が登場。さあ今日は特別にあんたたちに、街中でも役に立つドリフトの基本みたいなことを教えてくれるばい。これからドリフトを始めるあなた、そしてまだまだ初心者だっていうそこの君、ドリフトの練習は日常生活でもできるって知ってかい？ドリフト界の巨匠が日頃からできるドリフト上達術を伝授。何事も基礎は大事ですよ。ノムケンプレゼンツ日常テク向上講座。レッスン1、シートポジション。まあ普通ね、こう椅子に座って、軽く足が曲がる程度、ハンドルはちょっとこう手が曲がる程度、まあみたいなことは言われてるんですけど、まあ、D1 ドライバーの中にもあえて名前は言いませんが、手まっすぐ伸ばしておるやつもいれば、こんな低い位置でこんな短く、ハンドル持ってきとるやつもおれば、私なんかも足パンパンでもう全開の位置がクラッチ切った状態、こんな人もいますので、まあ自分のポジションを探してやっていくんじゃい。レッスン2、伝統技法の有効度。巷でよく言われてることなんですが、というよりもね、昔はこれをやりなさいと強制的にやらされたことがあるんですよ。ロックトゥロック知っとるですか？左に全開、右に全開、これを10回ずつやれと、こうやって昔はねよく言われたもんですが、ドリフトの場合あんまり役に立たんような気がするんですよ。切れ角は上がっとるし、繰り返しなんかね、こんなことやってたんじゃスピンしてしまうですね。ただの筋トレっぽい感じだと思ってもらってよかじゃなかですか。レッスン3、エンジン回転数。そしてやっぱり大事なのは回転数ですよ。回転が落ち込むとね、ドリフトが止まってしまったりするですね。サイドを引いとる時にクラッチ踏んどるじゃないかですか。その時に回転が落ち込んでしまってクラッチつないでもやっぱりドリフト終わるじゃないです。これはダメですよ。ずっとね回転を上げとかんといかん。この車の場合大体トルクかかるのが5000回転ぐらいなので、この振動とか背中に伝わる振動、手に伝わる振動、そして音、そして嗅覚、この辺でですね、5000回転をこう考えてやるですよ。こんなもんじゃないですか。ほら5000倍、こんな感じで、どこに回転があるのかと、もう5000以上回っとればいいと、こんな感じで覚えた方がよかですね。レッスン4、基礎動作の復習。ここからはちょっとだけ具体的にやってみたいと思うですよ。まずはね、物の位置、これ非常に重要になります。私昔ね、スカイラインに初めて乗った時バケットシートを掴んだことがあるです。サイドブレーキと思って、コースアウトしました。そしてハンドル持った状態から3、2、また1の位置とかね、確実に手が行くようにこの場所を覚えとかんといかんですよ。マニュアル車を一般道で運転する場合、こんぐらいのこう感覚でこうギア変えたくなるじゃなかですか。ドライブ感覚、2から3、3から4、こんなんじゃドリフトは戻るんですよ。やはりエアドリフト重要になるのはやはり稲妻シフト、もうパンパンと景気よく変えんとダメですね。スカッと、こんぐらいの感覚で勢いでもうバンバンシフトアップしていってほしかったですね。で下ろす時は今度は、早くは下ろすですけど、一回ねサイドブレーキに手を当てると位置が分かるですね。この3からのサイドブレーキの位置、2からのサイドブレーキの位置、こうやってギアを落としてここかと。あとね、クラッチを揉んだりとかよく聞かんですか、あれ回転低いところで高いギアで。そういう時はね、もう思い切って5速ぐらいに入れるとブーッとなるじゃなくて、ここでねハンクラを使って回転を上げてこうスムーズに走らせるんですよ。ほらね、ゴー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 とか言わないですよね。でもクラッチ全部つなぐとブーッと、こういう揉み方もあるんですけど、車にはよくなかとでしょうね。たまにやる分はよかでしょうや。右におっさんがいるんですけど、こういうおっさん見つめちゃいけません。こうね、車線をはみ出てしまった場合と、このように、人間見たものに寄っていこうとする習性があるので、目線はやっぱりまっすぐこんな感じでいったらいいんじゃないでしょうか。レッスン5、車両感覚。さあ続いて大事になってくるのが車両感覚。我々縁石にタイヤ乗っけたりとかクリップつけて言われるじゃないですか。あとスポンジ、
後ろ擦れとかいろいろ注文があるんですけど、あれは車両間隔がないとできんですね。まずね、車両間隔で一番大事なもの、タイヤの位置ですよ。4つしかついとらんですね。この位置を覚えるにはやっぱりね、道に落ちてる石ころだとかゴミなんかあるじゃないですか、たまに踏んで、ああいうの左タイヤで踏んでいったりすると、タイヤはここなのか、右タイヤなんかもポコポコって踏むとここにタイヤがある場合、確実に覚えることができるですね。そういうのは、道にあるものを踏みつけながら感覚で覚えた方がよかでしょうや。こういうね、アスファルトの継ぎ目ポコポコっと左で踏んだり、今度右で踏むですよ。ほらカチャカチャ、こんな感じでタイヤの位置も確認しながら走ると、車両感覚は自然と身につくですよ。この白線の継ぎ目でもいいとですよ。ほらこうやってポコポコっと音がしたら踏んどるんじゃないかと、タイヤの位置をまず覚えることも重要ばいで、なんか障害物とかあるとね、左のタイヤとか右のタイヤでね踏んでいくとよかでしょうね。このようになんか見つけたら踏んで、左のタイヤがどこにあるかとか確認すると非常にね、車両間隔、ぴったり合わせれるようになるんですよ。分かっててもたまにコースアウトはするんですけどね。レッスン6、距離感覚。私の場合はですね、オートポリスとか行く道結構山奥じゃないですか。あれブリッツのトラックの後ろをワゴン車で等間隔で走る練習しとるんですよ。次のコーナーがどっちに曲がっとるかもわからんし、トラックはいつブレーキ踏むかもわからんし、こういう難しい状況の中ね、時速30キロとか40キロでもぴったり同じ感覚でついていく練習、これやるとね、意外と調子よく決勝まで行くんですよ。しかしね、今年ついつい助手席で寝とったですね。すぐ終わったですよ。やっぱりね、これいい感覚の練習になっとるんじゃなかでしょうか。さあ、ノロノロ運転の一般車、これがいてもね、怒っちゃいけません。いい練習ですよ。これ一定の感覚を保つという意味では。水槽なんかだとね、いつブレーキ踏まれるのか、いつ加速するのかもわからん状態でやっとるんですけど、この前の車もいつ止まるか、もしくはいつ加速するか分かりません。これ一定の感覚でついていくと、相手に合わせるのにいいね、勉強になるんですよこれ。常に加速できるようなギア比、通常4速ぐらいの、道なんですけど、今3速ですね。ちょっと離れるといつでも加速できる体勢、止められると、一気に減速できるような感じでこうやってずっとついていくですね。いつ止まるかわからんですよこれもう本当に。しかもね、皆さんお気づきかもしれませんが、私、この左足普通なんかフットレストとかにこうやってボーっと乗せとるんですが、ずっとね常にねクラッチは左足に乗せとるんですよ。この移動時間がもったいなか、一瞬の隙にね車が戻ったりするので、ここはねずっと乗っけといて、いつでもこのように踏める体勢を作るですね。知り合いの車の中だとちょっと近づいてもいいかな、こんな感じで、峠道とかだとね、この一定の感覚保つの難しいですよ。右に曲がっとるか左に曲がっとるか、コーナーも分からずずっと等間隔でついていく、急カーブになるとねブレーキ踏まれたりして、おっとっとっと、これこんな風に近づいてみたりするんですよ。ほらほらほら、この距離を保つのにやっぱね、車のテールランプとか見ながらこう感覚を保つとですね、これはいい練習になるはずばい。てなわけで皆さんいかがだったですか。こればっかりやっとったからといってドリフトが上手くなるはずは絶対ありません。しかし全てにおいては物事、基本中の基本は非常に大事になると、そのうち気づくですよ。あの時かっこいいお兄さんが言ってたことが分かるようになった場合と、その時また会いましょうよ。今日からできる基礎練習、早速試してみてはいかがですか。